皆さん毎度です。猿頭トリートメントでございます。突然ですが VR が本格的に一般の家庭に普及し始めたのが何年頃かというのを覚えてますでしょうか。それは2016年 VR 元年と呼ばれた年なんですけども、オキュラスリフトと HTC Vive が発売されて、世界中のクリエイターたちが VR でしか味わえない体験を競うように作り始めた、まさに伝説の幕開けの年でした。あれから早くも10年が経ったんですけれども、当時生まれた作品の多くは姿を消してしまいましたが、その中には10年経った今でも遊ばれ続けて新作のように愛されている伝説のソフトたちが存在します。今回は海外の VR メディアアップロード VR の10周年特集記事をもとに VR の歴史を作った伝説のソフトを14本まとめて紹介したいと思います。そして今回は VR を愛する皆さんへのお礼として、アンナプロさんの協賛のもとアンナプロバッテリーヘッドストラップ A3MAX を1名様にプレゼントしたいと思います。普通に購入すると1万円以上するお得なアイテムでございます。応募方法は動画の最後で詳しくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。それではまず1本目に紹介するのがスペースパイレートトレーナー。このゲームは宇宙海賊となって波状に襲いかかるドロイドを打ち倒していくシューティングゲームです。シンプルなルールながらステージが進むにつれて敵の数や攻撃も激しさを増して夢中になって動き回ってしまう中毒性が魅力でございます。2016年に HTC Vive と同時に早期アクセスとしてリリースされ、正式版は2017年に登場しました。 VR 黎明期からルームスケール VR の定番として世界中の VR 体験施設で必ずと言っていいほど採用されてきたタイトルです。10年経った今でも進化を続けていて、メタクエスト向けには対戦モードやテニスコート半分ほどの広い場所を使うアリーナモードを搭載したスペースパイレートトレーナーデラックスが展開中です。2024年にはメタクエスト3向けにグラフィックや動作のアップデートも入っています。 VR を始めたばかりの人にもぴったりの VR 黎明期から愛されてきた定番のタイトルですね。続いて2本目はウィンドランズ。スパイダーマンのようにワイヤーを使って飛び回る感覚を VR で体験できるグラップリングフック探索ゲームです。戦闘要素はなく、滅びた古代文明の遺跡を空中を駆け抜けながら探索していく癒し系の冒険が魅力のゲームです。2016年のリリース当時 VR 業界は飛んだり振ったりするゲームは酔うからやめとけっていうのが常識でした。そこに正面から挑んで VR 酔いを克服する操作感を作り上げ、 VR でも自由に飛び回れることを証明した一本です。シリーズはその後も進化を続けていて、最大4人で協力プレイができるウィンドランズ2が2018年に登場。さらに2025年9月には同じ開発元による新作タイタンアイルズもリリースされて、世界観が今も広がり続けています。10年経った今でも遊べる空をかける感覚を覚えたい人にはぴったりの一本ですね。続いて3本目に紹介するのはサンバー。このゲームは宇宙の甲虫となってネオンに彩られたサイケデリックなレールの上を爆音のビートに合わせて駆け抜けていくリズムアクションゲームです。 F0 やワイプアウトのような SF 系の高速レースゲームにリズム要素を組み合わせた一本ですね。2016年10月にリリースされて、当時はまだビートセーバーも存在しなかった時代です。そこにいきなり VR リズムゲームってこんなに気持ちいいんやっていう体験を叩き込んだ作品で、 Steam のレビューでも多くの高評価を獲得しています。その後も進化を続けていて、2019年にはメタクエスト版、2023年には PSVR2 版も登場しました。ハードが新しくなるたびに対応してきたまさに長寿タイトルですね。今でも他にはない VR 体験のできる一本です。続いて4本目はアリゾナサンシャイン。このゲームはゾンビだらけになったアリゾナの荒野をハンドガンやショットガンを手に生き残っていくガンシューティングゲームです。 VR ゾンビゲームの代名詞ともいえる作品で、最大4人での協力プレイにも対応していて、友達と一緒にゾンビをなぎ倒す楽しさが味わえます。2016年の12月のリリース後、多くの VR 賞を獲得。 VR アーケード時代を代表する一本として世界中のプレイヤーを熱狂させました。シリーズは今もしっかりと生きていて、2023年には正式な続編アリゾナサンシャイン2が登場。さらに2024年10月にはオリジナルを一から作り直した完全リメイク版アリゾナサンシャインリメイクもリリースされていて、メタクエスト3や PSVR2 でもグラフィックが一新された姿で楽しめます。ゾンビ映画好きにはたまらない VR ゾンビゲームの原点となった一本ですね。続いて5本目は I expect you to die。 このタイトルは007ゴールドフィンガーの名台詞のお前は死ぬ運命だから来ているそうです。主人公は007ばりのスパイとなって命を狙ってくる悪役の罠から脱出していく VR パズルゲームです。
乗り込んだ車のトランクから抜け出したり、爆発寸前の潜水艦から脱出したり、各ステージごとに用意された絶体絶命のシチュエーションを知力と観察力でクリアしていきます。動かなくても遊べる念力システムが搭載されていて、座ったまま離れたものを引き寄せられる設計になっているので VR 酔いに弱い人でも安心して遊べます。シンプルなのに奥深い謎解き体験は10年経った今でも色褪せず、 Steam でも非常に高い評価をキープしています。シリーズは順調に拡大していて、続編の I Expect You to Die 2が2021年、3作目の I Expect You to Die 3は2023年に登場しています。 VR で遊ぶなら一度は通ってほしい、猿頭としても自信を持っておすすめできる伝説の一本です。6本目は Steam VR。ゲームではなくプラットフォーム、つまり VR を動かすための土台となるツールです。 PCVR の代名詞といえる存在で、バルブ社が2016年4月に HTC Vive と同時に立ち上げました。 SteamVR に対応した VR ゲームは現在なんと7000本以上、今やジャンルも規模も VR 業界最大級のライブラリを誇ります。2019年にはバルブ社自らが手掛けた VR の代表作ハーフライフアリックスもここからリリースされ、 VR 専用ゲームでも本気の AAA タイトルが作れることを世界に証明しました。今ではメタクエストやピコ、プレイステーション VR2 などほぼ全ての主要 VR ヘッドセットが SteamVR に接続できるようになっていて、 PCVR を遊ぶならまず通る場所と言えます。10年経った今でも VR ゲームの中心地、それが SteamVR ですね。続いて7本目はバーチャルデスクトップ。このアプリ実はもともと個人開発者がたった一人で作り上げた知る人ぞ知る伝説のツールです。用途はその名の通り VR 空間の中で自分の PC を操作するというものです。 VR ヘッドセットをかぶったまま巨大な仮想スクリーンでブラウザを見たり動画を見たり PC 作業をしたりできるアプリでした。ところがそこから進化を続けて、現在では PCVR をワイヤレスで遊ぶための決定版ツールとして世界中の VR ユーザーの定番アプリになっています。メタクエストやピコなどのスタンドアローン型ヘッドセットから Wi-Fi 経由で PC に接続すればケーブルなしで快適に PCVR ゲームが楽しめる、まさに革命的なアプリとなっています。ハーフライフアリックスのような重量級タイトルもこれさえあればワイヤレスで動かすことができます。メタ公式のエアリンクやバルブ公式の Steam リンクといった無料の代替手段もありますが、それでもなお多くのユーザーがバーチャルデスクトップを選び続けている、それが何よりの実力の証ですね。続いて8本目はビッグスクリーン。VR 空間に作られた巨大な映画館で友達と一緒に映画やドラマ、スポーツ中継などを見られるソーシャル VR 鑑賞アプリです。累計ユーザーは数百万人以上、 Steam でも多くの高評価を得ているという、まさにアプリと呼べる枠を超えた人気を誇ります。このアプリ伝説なのはここからです。自社のアプリを最高の環境で楽しんでもらいたいという思いからビッグスクリーン社自らが VR ヘッドセットを開発し発売してしまったんです。それが2023年に登場したビッグスクリーンビヨンド。重量はなんとわずか 127g、 メタクエスト3が約 515g なのでなんと4分の1の軽さです。顔の形状を 3D スキャンしてカスタムフィットで作られるヘッドセットとなっています。さらに2025年には後継機のビヨンド2も登場していて、こちらも大ヒットを記録したそうです。ただしこのビヨンドシリーズで遊ぶには SteamVR 方式の外部ベースステーションが必要となって、コントローラーも別売りとなるので、すでに HTC Vive や Valve Index のベースステーションを持っているユーザーなら追加投資が少なくて済みますが、これから新規に PCVR 環境を組む人にとっては正直ハードルが高めの製品です。アプリが起点になってハードまで生んでしまう、ある意味 VR 業界で一番夢のある進化を遂げたサービスです。続いて9本目はチルトブラシ。 VR 空間の中で自分の周り360度どこにでも立体的に絵が描ける VR ペイントアプリです。コントローラーを筆のように動かすと空中に光や炎、星といったエフェクト付きの筆跡が残り、まるで魔法のように立体的なアート作品が生まれていきます。2014年に開発が始まり、2015年に Google が買い取って完成させたアプリで、2016年4月 HTC Vive の目玉ソフトとして世に出ました。当時の VR 界に VR はゲームだけじゃないということを知らしめた伝説の一本です。このアプリの最大の功績は VR アーティストという新しい職業を世界中に生み出したこと。チルトブラシを使って世界で活躍するクリエイターが数多く誕生し、日本でも関口あゆみさんをはじめとした多くのアーティストが VR アートという文化を切り開いてきました。そんなチルトブラシですが、2021年1月に Google が開発の終了を発表。ただそこで終わりではありませんでした。 Google はソースコードをオープンソースとして無料公開し、世界のクリエイターに引き継ぎました。その意思を継いで誕生したのがコミュニティ主導の無料後継アプリオープンブラシとマルチプレイ機能に特化した有料版マルチブラシ。
特にオープンブラッシュは2025年4月に念願のマルチプレイ機能にも対応し、複数人で同じ VR 空間に集まって一緒に絵を描けるようになりました。公式の開発こそ終わったものの、ユーザーとコミュニティの愛によって生き続けているチルトブラシはまさに VR 時代を象徴する一本ですね。10本目はアカウンティング。このゲームは新しい VR 会計システムのテスターとして招かれた主人公がなぜか次々と狂気的な世界へ放り込まれていくブラックコメディ全開のカルト VR 作品です。会計というタイトルからは想像もつかないシュールで予測不能な展開が魅力。毒舌でぶっ飛んだキャラクターたちとナイスセンスなストーリーが続く、まさにこれが VR じゃないと成立しないという体験ができる一本です。2016年10月にリリースされて、なんと初版は無料で公開されました。誰でも気軽に体験できる作品として世界中の VR ユーザーの間で爆発的に話題になり、 Steam のレビューでは多くの高評価を獲得しています。2017年からは大幅にボリュームアップした拡張版アカウンティングプラスが PlayStation VR、Steam、メタクエストに順次リリース。ステージや登場キャラクターが倍増し、こちらも10年経った今でも遊べる現役タイトルとなっています。 VR コメディというジャンルの先駆けにして頂点、唯一無二の作品ですね。続いて11本目はスーパーホット VR。映画マトリックスのネオのようにスローモーションの世界で弾丸をかわすあの体験を VR で実現してしまった作品です。コンセプトは恐ろしくシンプル。自分が動くと時間が進み、止まると時間も止まる、ただそれだけです。でもそのシンプルさがこれまでにない没入感を生み出しました。飛んでくる弾丸をゆっくりと体をひねってかわす、敵が振りかぶった拳をしゃがんで避けながら銃を奪い振り向きざまに撃ち抜く、映画のヒーローになりきれる感覚は10年経った今でも完全に唯一無二です。その完成度は数字にも表れていて、全プラットフォームの合算で相当な売り上げを記録し、数々の VR ショーも総なめにしてきました。さらに2025年2月には時間の流れを逆転させた新作コールド VR も登場。こちらは動くと時間が遅くなるという真逆の発想で作られた一本です。時間を止めて戦うあの感覚は一度味わうと忘れられません。猿頭が自信を持っておすすめできるタイトルの一本です。続いて12本目はホットドッグホースシューズ&ハンドグレネード、通称 H3VR です。実はこのゲーム、ホットドッグ、蹄鉄、手榴弾というふざけたタイトルとは裏腹に銃マニアが参考資料に使うほどめちゃくちゃリアルな VR ガンシューターです。500種類近い銃とそれを上回るアタッチメントを自由に組み合わせて撃ちまくることができる、マガジンの装填からセーフティーの操作まで精密に再現されていて、その完成度は他の VRFPS とは一線を画します。遊び方も豊富で、ただ射撃場で銃を撃つだけではなくて、ホットドッグ型の敵と戦うアクションモードやローグライクの戦闘モード、ゾンビと戦う RPG モード、さらにはタイトル通り蹄鉄を投げたりバーベキューで肉を焼いたりするミニゲームまで、ジャンルを超えた様々な遊び方が用意されています。2016年4月の早期アクセス開始から10年、なんと今でも早期アクセスのまま毎週アップデートが続く超ロングラン作品で、 Steam では万単位のレビュー数で圧倒的に好評という文字通り化け物クラスの評価を得ています。さらに2026年5月には続編 H3VR2 がメタクエスト3、3S と PCVR 向けに開発中であることも発表され、これからも期待される一本ですね。続いて13本目はレズ・インフィニット。このゲームはサイバー空間を駆け抜けながら画面の中から飛び出してくる敵をロックオンして撃ち抜いていく音楽シューティングゲームです。日本のクリエイターが手掛ける伝説の作品で、もともとは2001年にセガドリームキャストでリリースされたレズというレールシューターを2016年に VR 専用ステージを加えてフルリマスターした作品です。全てのアクションがテクノミュージックのビートとシンクロして、光と音と振動が一体となって押し寄せてきます。プレイした人の間では脳汁がドバドバ出ることで有名なゲームで、視覚、聴覚、触覚を超えた体験ができます。中でも VR 専用ステージエリア X はもはや VR ゲーム史に残る神体験。無重力空間を自由に飛び回りながらパーティクルの嵐に身を委ねるというレズ・インフィニットのために生まれた完全新作ステージです。その完成度は世界でも高く評価されていて、 VR 黎明期から数々の賞を獲得しています。 PSVR、Steam、メタクエスト、そして2023年には PS5、PSVR 版もアイトラッキング対応で登場し、世界を超えて遊ばれ続けています。世界に誇る日本の VR 作品、それがレズ・インフィニットです。そして14本目はジョブシミュレーター。このゲームは人間の仕事を全てロボットが代行している未来の世界で、シェフ、店員、自動車整備士、オフィスワーカーといった4種類の職業をコミカルにシミュレートしていくゲームです。舞台は西暦2050年、ロボットたちが運営する人間が昔やっていた仕事を体験する博物館が物語の中心になっています。
HTC Vive が発売された2026年4月にローンチタイトルとして登場して以来、 PSVR、メタクエスト、PS5、PSVR2、そして2024年には Apple Vision Pro にも対応。主要 VR ハードの全てで遊べるまさに死角なしのタイトルです。累計販売数はなんと200万本を優に超えていて、 VR 専用ゲームでは数少ない大ヒット作品の一つです。続編のバケーションシミュレーターも2019年にリリースされて、こちらも大ヒット作品になりました。シンプルな操作で誰でも楽しめて、子供から大人まで爆笑できる VR を初めて買った人がまず触る一本としても10年前から変わらず鉄板です。これが VR の面白さを世界に広めた伝説のソフトたちの代表ですね。さて皆さんいかがだったでしょうか。 VR がまだ何もなかった2016年、それでも世界中の開発者たちはその可能性を信じてこれだけの作品を生み出していました。10年経った今もなおプレイされ続けているこれら14本は紛れもなく VR の歴史を作った伝説のソフトたちだと思います。それではお待たせしました、プレゼント企画のご案内です。改めて今回はアンナプロさんの協賛のもと、視聴者の皆さんにアンナプロバッテリーヘッドセットストラップ A3MAX を1名様にプレゼントいたします。メタクエスト3、3S のバッテリー駆動時間を3時間から4時間も延長してくれるクエスト3ユーザーにとっても、これから VR を始める方にとっても超重要なアイテムです。応募方法は以下の通りです。まず1つ目は X で猿頭トリートメントをフォローしてください。2つ目は動画と同じタイミングで X に投稿される告知ポストに動画内で猿頭がおすすめしていた何本かのタイトルを書いてリポストをしてください。応募期限は2026年5月24日の23時59分まで。当選者の方には X の DM でお知らせします。発送はアンナプロさんから当選者の元へ直接お届けされる形となります。そして応募される方はぜひ YouTube チャンネル登録もお願いいたします。今後も VR、XR 関連の最新情報や新作レビューを継続的にお届けしますので、見逃さないためにもこの機会にぜひ登録してくれると嬉しいです。なお当選後に配送先のやり取りを X の DM で行うため、 DM を受け取れる方、住所が開示できる方限定とさせていただきます。たくさんの方からの応募をお待ちしております。いやー VR って本当にいいもんですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。